皆さんこんにちは、サバです。ゆきちゃんです。いつもチャンネル登録本当にどうもありがとうございます。励みになっております。今回は金曜日、ゆきちゃんワンダフルダイエットにサバちゃんちょっとお邪魔してまいりました前半部分はダイエットに運動は必要、そして後半部分は自分とつながるです。それでは早速参りましょう。本日は2本立てです。よろしくお願いします。まず冒頭なんですけど、はい、ゆきちゃんもストレートにお聞きいたします。ダイエットに運動は必要なんでございましょうか？はい、結論不要でございます。なぜでしょまあ普通はね、必要でしょってみんな言うんですけど、運動しないから痩せないよとかってよく言うんですけど、意外とですね、運動は必要ないと思っておいて、でもですね、ウォーキング、歩くことはおすすめしてるんですよ。辛くない範囲、毎日ちょっとだけ5分10分でも構いません。それで雨降ったら今日は休みにしようかなっていうゆるい感じでもいいんですけど、毎日続けられる程度のウォーキング、これは絶対におすすめです。この毎日続けられる程度のウォーキングっていうのは、厳選すると大体どれぐらいの距離なんでしょうか？人それぞれなので難儀じゃない範囲です。ゆきちゃんの場合は10分ぐらいしか歩きませんそれウォーキングって言うんですか？こんな感じでいいの、この程度でいいのそれでも毎日やるっていうところが一番重要。じゃあちょっと意地悪な質問なんだけど、雨降った日はどうすればよろしいんですか？休みます即休み、今日休みイエーイみたいなちょっと夜中起きた時に雨の音がした、明日の朝ちょっと歩かんで済むぞみたいな感じのゆるい感じ、でも明日もし晴れたら明日は歩こうみたいなね。10分ですね。10分でいいです。これやっぱりなんか世界観変わってきますか？歩く方が楽とか楽しみぐらいになるんですよね、やるとね。このダイエットに運動っていうのは、こうガチな運動じゃなくても、どうなんでしょう、何かやった方がいいってことですか？多少やっぱね、体を動かした方がいいので、外に出た方がストレス発散にももちろんなりますし、やっぱりね、歩くことによってですね、脳がリラックスするんですよ。昨日あんなことあったなとか思いながら5分10分歩くって結構楽しいですよ。一旦自分の頭の脳も食欲の脳も全てこう落ち着かせるっていう方でしょうか？そうです、そうです。ストレスホルモンが作られたのをリセットするためにも歩く、それも朝がおすすめですちょっと怖いこと聞くんですけど、もう間もなく、ゆきちゃんが今年度掲げている那覇マラソンが始まるんですけど、もう間もなくですけど、ゆきちゃんこのトレーニング的にはこう歩いてばっかりで、本番は大丈夫なんでしょうか？もちろん歩くのが基本です歩けなかったら走れないからとか言いつつ、本当はちょっとかなり心配しておりますあと1ヶ月前になったらやべえと思いつつ、私たちもちょっと石川君もそうだし、この YouTube の仲間もみんなこう出ていかないと応援にと思ってるんですけどなんかあれでしょ、ゆきちゃんが一生懸命走ってるのに、サバさんと石ちゃんが沿道でこう酒飲んで「いいね!」ってやってるんでしょ。「頑張れ!」とか言ってなんか道路上で宴会やってたりしない？とりあえず時計のいないところでちょっと私たちYouTube おなは薬局ファミリーはそこでちょっとこう待っとこうかなっていう話をして、そこまでたどり着けるかな。そこ何キロ地点ぐらい？後半でございますちょっと折り返しまでは頑張らんとなみたいな。そうなんですよ。さっきいいこと言ってたの、完走とかをね目指すんじゃなくって目指してる人にも大変失礼なんですけど、やっぱり今年はここまでって決めたらご自身の中で、そこでもうつながっていくような気もするんですけどね、今後のご自身に。なんならお家まででもいいけどね緩い感じでおやりになるっていうことなんで、こう運動っていうねワード自体がガチにこう取られがちですけど、サバちゃんも実はもちろん漢方茶ダイエットっていうか漢方茶飲んでるんですけど、ヨガを、何回かこう番組でも言ってるんですけど、痩せるためにサバちゃんもヨガには行ってんじゃなく、やっぱりこうね、一日一日のこの細胞の活性化ちょっとこうしようかなっていう形で。あとやっぱりちょっと最近好きなインストラクターの好きなでも女性ですけどね先生がいらっしゃって、つい憧れてて、その先生の授業を受けたくてキュンキュンしながらちょっとお家から遠いんですよ。全国展開してるんで、普通の通常コースだと車で
20分ぐらいで着くいつものところ行ってたんですけど、ちょっと憧れのインストラクターの先生のために55分かけて片道ですよ。はい沖縄で55分ってありえないですからね。でもそこに行くと幸せな空間、それと一緒で運動もゆきちゃんがこう緩いのを、推奨してるんですけど、家に帰った時のこのホッとするこの幸せな空間をまず体感なさるっていうのも、自分とつながるにつながってくるんではないでしょうか。この自分とつながるってどういうことかって言ったら、結論から言いますと、ご自身がなんていうのかな、自分の中の内側ですねにやっぱりつながることを自分とつながると思うんですよね。この自分というね壁がやっぱりあるので、リバウンド何度も繰り返してる方々もうまくもうちょっとこうスムーズに体重を落としたい方々もこの難儀なかもしれませんけど自分という壁にこう向き合うっていうことがとても大切なんではないかなと思うんですよね。やはりこう思い込みの壁、つい思い込んじゃうてかな。よく私なんかもイメージするっていうんだけど、そういう言葉ではなくワード的にはこう妄想の壁、勝手な期待をご自身の中でもう作り上げてしまう他人と比較本当はしちゃいけないんだけど、この壁の中に障害になってるのは他人と比較したくなる気持ち、やはりあなた自身の、心のね根底ですね。この壁をねこうちょっとこう引力を借りて漢方の力も借りて、少しでも痩せてきたらプラス思考に絶対なっていくと思うのでね、まずはそこから着手してご自身の内側とつながってみるっていうことをお勧めします。せっかく今進んでること、うまくいってることがうまくいかなくなっちゃうので、そのためにも一度この心の奥底にある根底という壁、どんな壁だと思いますか、いっちゃんは。みんなあるよ、壁はいろいろとね。そうなんです。自分の中で眠ってる部分、そこをねちょっと刺激をね与えるだけでも、さっき言ったこの運動の方にちょっとベクトルが向いていくんではないでしょうか。自分が客観視できる形が一番いいと思う。難しい。ちょっとこの辺難しいので、またシリーズによって説明したいなと思いますし、質問いただけたら丁寧にレスポンスしたいと思います。大事なこと、思い込みをまず一旦置いてみてはどうでしょうか。妄想してしまう自分を一旦置いてみてはどうでしょうか。そして勝手な期待をしてしまう自分、わからなくもないんですけど、そこも一旦こう置いてみてはどうでしょうか。捨てるんじゃなくちょっと一旦置く。そして一番大事なこの他人のをね見てしまう、見るんです、見ます。でもそこもちょっとだけ話してみてはどうでしょうか。また不定期にお電話するかもしれませんけれども、本当にご容赦いただけるとありがたいです。そろそろお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。